あなたは裁判で自分自身を弁護することができますか？ 2012 年9月、一人の女性が犠牲になった殺人事件の裁判が行われました。被告人はワシーム・デイカー。法廷にはマスコミが詰めかけ、裁判の様子はアメリカ中に知れ渡ります。なぜそこまで人々の関心を集めたのか。それはこの裁判が弁護士不在だったこと。なんと被告人デイカーはたった一人で出廷していたんです。弁護人、弁論をお願いします。普通ならこのタイミングで弁護士が登場します。しかしデイカーの元には弁護士はいません。裁判官に促されて立ち上がったのはデイカー自身。そう、彼は自分で自分を弁護したんです。そしてそんな彼はなんと IQ180 の超天才だったんです。 IQ180 の天才ワシーム・デイカー。なぜ彼は自分自身で弁護をしたのか。彼を突き動かした原動力は異常なまでの恋心でした。オムライスの卵をひっくり返すときに大体失敗するケンちゃんです。 IQ より愛嬌、読みやみこです。キュンキュン。ちょっとうめえんだよな。本日ご紹介するのは IQ180 を超えるストーカーなんです。 IQ ってよく聞くけどさ、IQ180 レベルってさ、どんぐらいすごいわけ実際。2000万人に1人しかいないです。はい、それすごいわね。日本で言うと、まあ5、6人いるかないないかなぐらいなんですよ。僕190なんですけど。はい。だんだん言いながら笑ってんだよ。ちょっと恥ずかしくなっちゃった。嘘ついてんのか。ちょっとすいませんでした。天才の初恋。遡ること27年ほど前の1995年、アメリカジョージア州のアトランタに本部を置くジョージア工科大学に若干17歳の青年が入学します。その青年の名はワシーム・デイカー。彼は子供の頃から頭が良く、地元では神童として有名でした。しかし物静かな性格で人付き合いが苦手。そんなデイカーの唯一の趣味がペイントボールというスポーツで、彼は大学入学後にこのペイントボールのチームに参加します。ちなみにね、ペイントボールっていうのはね、インクが入った球をこう投げ合ってね、当たっちゃうとそのインクがバシャーンってなるような、スポーツなんですよ。アメリカ発祥のね。スプラトゥーンじゃない。デイカーはこのペイントボールチームである一人の女性と出会います。その女性はロレッタ・スペンサー・ブラッツ、29歳。彼女はシングルマザーをしながらカウンセラーとして働き、このチームでペイントボールをプレイしていたんです。ロレッタは気さくな性格で人間関係が苦手なデイカーにも優しく接していました。デイカーはそんなロレッタに気を許し、それはやがて好意に変わっていくんです。これはデイカーの初恋でした。そしてある日のペイントボールの試合、デイカーとロレッタが同じチームになった時のこと。試合が始まる前、ロレッタは気さくに声をかけます。デイカー、私のこと守ってね。まさかこの何気ない一言が悲劇の発端となるとは知らずに、翌日の朝、普段通りにロレッタが仕事に向かうために自宅から外に出ると、そこにデイカーの姿がありました。どうしたのデイカー。ロレッタのこの問いに対しデイカーはこう答えます。守るって約束したから。怖っ。もう怖いわよこんなん。怖いよね。こうしてね、デイカーのストーキングが始まってくるんです。ですがね、ストーキングといえばね、もういろんな経験ありますよ、僕も。あんたがしてたんだ。してない。してたんだ。ちょっと特定されるとちょっとね、その方にまだ迷惑かかるし、ちょっとまた怖いんですけど、僕前付き合ってた方に、Facebook の位置情報とか全部取られて、ゼンリーを、ゼンリー交換したのあんた。まだね、アルゴメントリーがそこまで有名になる前に、インスタのストーリーでゼンリー追加してくださいって言ったら、もう別れてるのに申請してきて、そこまでだったらいいじゃないですか、別に。でも、わざわざ別の名前で申請してきて、これもしかしてと思ってちょっと調べたら、この人だったんですよ。なんで心なしかあんたちょっとお姉の格好になってるわけちょっと被害者っぽい感じで。また、その日ロレッタが仕事から帰宅すると、すぐに着信が鳴ります。電話の主はデイカーでした。仕事場でため息ばかりしていてはダメだよ。あと、昼に食べたハンバーガーはカロリーが高すぎる。この日以降、デイカーはロレッタが帰宅したタイミングで電話をかけ、彼女の一日のことを細かく報告するんです。怖っ。さすがに身の危険を感じたロレッタ。すぐにデイカーと距離を置くように。しかし、これにより、ストーキングはさらに加熱してしまうんです。着信はなんと、1日で100回。僕は何もしないよ。怖くないよ。君を愛してる。ロレッタの恐怖は募るばかりで、ついに彼女はデイカーからの電話に一切出なくなります。しかしデイカーはこれ式のことでは引き下がりません。電話ができないとなれば毎日家に来るようになり、郵便物のチェックまでするように。そしてある日、ロレッタが仕事を終えて帰宅すると、お帰りなさい。なんとそこには全裸のデイカーが。なんでやねん。お帰りなさいじゃないわよ。早く捕まえなさいよこいつ。ずうずしい顔して待ってんのよ。怖い。怖いわよこんな。でもこんな状況になってもね、デイカーを通報しなかったんですよ。なんで
将来有望な17歳のデイカーの未来を壊してはいけない。ロレッタにはそんな思いがあったのかもしれません。デイカーが不法侵入をしても通報しませんでした。しかしある日、その考えを改める出来事が起こるんです。仕事中のロレッタに自宅から電話がかかってきます。留守番をしている10歳の娘からだと思い電話に出ると、ハローロレッタ、僕だよじゃねえわ。なんと自宅から電話をしてきたのはデイカーだったんです。嫌な予感がしたロレッタは大急ぎで帰宅します。するとその予感は的中してしまいました。君の娘は邪魔なんだ。そこには娘に銃を突きつけたデイカーの姿が。娘に銃口を向けられたロレッタは気が動転しながらもこの状況を打開する術を懸命に考えます。そしてこの一触即発の状況下でどうにか警察に通報。デイカーはその場で逮捕され、そのまま精神病院に強制入院させられるんです。ロレッタはデイカーが強制入院させられている間に 30km 離れた場所へ引っ越しました。このタイミングで彼女は娘と2人きりで住むことに不安を感じたのか、自分と同じシングルマザーとルームシェアを始めることにしました。そのルームメイトは5歳の息子を持つカーメン・スミスでした。ルームメイトの方に頼りながら、ちょっとしかも身の危険もあるわけじゃないですか。だからまあそういう意味ではね、一緒に住むってのは良かったかもしれないですね。ですが、ロレッタにはルームメイトと一緒に住んだ後も安息の日々は続かなかったです。諦めない天才ストーカー。ロレッタが新しい土地での生活を始めて半年ほど経った頃、デイカーが精神病院から退院します。病院側はデイカーは完治したと判断していました。しかしこの時、デイカーはさらなる執念を燃やしていたんです。まず彼はロレッタが前に住んでいた家を訪ね、引っ越したことを知ります。そしてロレッタの職場に連絡すると、ロレッタは退職しましたと返答されるんです。実はこの職場はデイカーが退院してくることを想定して、表向きはロレッタが退職したことにしていたんです。しかし IQ180 の天才デイカーはこんなことでは騙されません。日を改めて再度電話するんです。児童福祉局のものですが、ロレッタさんはいらっしゃいますか？シングルマザー支援サービスのことでご連絡です。この電話を受けた同僚は、電話の相手がデイカーだとはつゆ知らず、ロレッタにとって大事な連絡だと信じきってしまうんです。そしてロレッタが在籍していることを明かしてしまいます。確認が取れたデイカーは早速ロレッタの職場へ向かい、彼女の車を発見。鍵を壊して車内に入ると、現住所と電話番号が書かれた手帳を持ち去ります。さらにデイカーは手帳に書かれた新居の番号に電話をかけます。するとその電話に出たのはカーメンの5歳の息子でした。これによりデイカーはロレッタにルームメイトがいることを知るんです。また邪魔者が増えた。消さないと。こうしてデイカーはある行動を起こします。1995年10月23日、デイカーはロレッタの留守を狙い部屋に侵入。そこにはルームメイトであるシングルマザーのカーメンと彼女の5歳の息子がいました。デイカーはまずカーメンに背後から近づき考察。ママ、突如として母親の命を奪われた息子。そしてデイカーはさらなる行動を起こします。なんとカーメンの息子をアイスピックで何度も刺したんです。その数18回。その後デイカーは逃走するんですが、事件から4日後に逮捕されます。しかしこの時現場にはデイカーが犯人だという物的証拠が一切ありませんでした。デイカーは現場に証拠を残すような男ではありません。その天才的な頭脳は殺人にも能力を発揮したんです。この時警察は殺人をデイカーによる犯行だと確信していたんですが、証拠がない限り殺人罪で逮捕することは叶いません。しかしロレッタに対するストーカーの罪で起訴することに成功。こうしてデイカーは10年間服役生活を送ることになったんです。いや犯した罪を全部償ってもらわないとさ、殺されたカーメンが浮かばれないじゃないのこんな。まあそうなんですよね。ですがね、捜査技術も進歩してですね、デイカーは殺人容疑で逮捕されるんです。ですがこっからなんですよ。この裁判、超異例な裁判になっていくんです。被告人兼弁護人。カーメンが殺害された事件は証拠が集められない状況が続き、14年もの月日が流れていました。しかし2009年、捜査は急展開を迎えます。なんと現場で採取した体毛の DNA 型がデイカーのものと一致したんです。これを受けて翌2010年、警察はすでに出所していたデイカーを今度は殺人罪で逮捕します。カーメン殺害から15年後のことでした。こうして殺人罪の被告人として法廷に立つことになったデイカー。初公判当日、入ってきたデイカーを見て人々は驚きます。なんと被告人側の席に弁護士がいないんです。裁判は順調に進み、判事がそれでは弁護人、弁論をお願いしますと促します。すると立ち上がったのはデイカー自身。彼はなんと被告人である自分自身を弁護し始めたんです。実はデイカーはストーカー罪で服役中の10年間で法律関係の本を読み漁り、法律の知識を身につけていました。天才的な頭脳を持ち、法律知識という武器を身につけたデイカーは自身の無罪を訴え、 DNA 型鑑定の信憑性のなさを主張。その主張は体毛採取の時に不手際があったというものでした。 DNA が一致してんのにさ、無罪主張できんの？いや、そうなんですよ。実は DNA 型鑑定完璧ではないんです。というわけでね、本日のメトロアキーワード。
DNA 型判定とは、個人を識別するために行う鑑定のこと。犯罪捜査や親子鑑定など、血縁の鑑定に利用されています。犯罪捜査に用いられるようになったのは1980年代からで、世界で初めて実用化されたのは1986年のイギリスでした。日本においても1986年には実用化されています。デイカーの DNA が抽出されたのは現場に残された体毛です。体毛から DNA が出たというのはよく聞く話。体毛があれば DNA がわかると思いがちなんですが、実際はそうでもないんです。事件現場に残される体毛の多くは無意識に落ちたもの、自然脱落毛と呼ばれます。この自然脱落毛のほとんどは毛穴の休止期、つまり毛穴が休んでいる時に落ちた毛なんです。休止期の毛には核 DNA がほとんど残っておらず、個人を特定できるだけの DNA を抽出することは困難なんです。デイカーの事件で DNA の抽出に10年以上かかっていたのもこれが関係していると考えられます。 DNA が一致したら犯人で確定と思ってしまいますが、実は DNA 型鑑定が間違っていることもあるんです。過去には DNA 採取に使う綿棒に綿棒工場の従業員の DNA が付着しており、その従業員が容疑者にされてしまうこともあったんです。さらに鑑定資料の取り違いも発生しています。この時は別人の男性に逮捕状が出されるという恐ろしい事態が起こってしまいました。もう適当やな。まあ人が関わってる限り、絶対なんてことはないってことね、これね。まあそうなんですけど、ですがね、デイカーの真の目的ね、無罪を主張することではなかったんです。このね、真の理由を知るとね、めちゃくちゃ怖いんですけど、彼の真の目的とは一体何だったのか。真の目的。被告人が弁護人を兼ねるという異例の法廷はアメリカ中の注目を集めました。法廷の中には報道カメラも入り、裁判の模様はアメリカ全土に放映されたんです。実はこれら全てデイカーの思惑通り。そんな注目の中、デイカーが証人に呼んだのはロレッタでした。なんとストーキングしていた相手を証人として呼んだんです。一体何を証言させようというのか。デイカーはモニターに資料を映し説明を始めました。しかしそこに映し出された写真を見て聴衆は首をかしげるんです。その写真は仲睦まじい様子の少年と女性。そう、これは出会った頃のデイカーとロレッタの写真なんです。私たちは仲が良かった。付き合っていました。デイカーは2人の関係について説明を始めました。この話がどうやって無罪につながっていくのかと聴衆は興味津々。しかしいつまで経ってもデイカーとロレッタの話、とうとう裁判長も呆れて、自分が何をしているのか分かってますか？この裁判は殺人事件を裁く法廷のはず。いい加減にしなさい。しかしデイカーは、私はストーカーじゃない、ロレッタと付き合っていたと主張し続けるんです。これがデイカーの本当の目的？まだまだです。こっからなんです。彼の本当の目的とは。デイカーが次に呼んだ証人は、彼とロレッタが出会ったスポーツ施設のオーナー。そしてこのオーナーは殺人事件とは全く関係のない驚くべき証言をするんです。当時ロレッタはスポーツ施設で知り合った男性を自宅に呼んでいました。若い男性を招いて頻繁にパーティーをしていたんです。この証言はアメリカ全土のテレビで流れました。そして人々が抱いたのは、シングルマザーのロレッタが当時17歳だったベイカーをたぶらかしたという印象。デイカーの真の目的は、ロレッタを公の場に引きずり出し恥ずかしめることでした。もうクソ野郎だな。ロレッタへの叶わぬ恋心を吐き捨てるように。もう34歳になって結構いい年しちゃってるんですよ、この時ね。それはいいとして、裁判の結果がどうなったか。安心してくださいよ、アミコさん。ちゃんとね、デイカー裁かれたんです。当たり前ですが、ベイカーが殺人とは直接関係のない主張を繰り返したこともあり、裁判は圧倒的に検察側が有利になりました。最終的に食らったベイカーへの判決は終身刑。二度とロレッタを脅かす恐れはなくなったんです。押収されたベイカーの日記にこんなことが書かれていたといいます。私はロレッタを決して許さない。復讐せざるを得ない。彼女を殺さずに人生を壊してやる。いや、怖えな。これから先の何十年という人生を34歳のデイカーは死ぬまでの時間をロレッタへの憎しみを増幅させながら塀の中で過ごすのでしょうか。独りよがりな愛は誰も幸せにはできません。